皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは、アニメで使われる言葉って実際に日本人も使っているの？というテーマでお話ししていこうと思います。アニメを見ていると何回もよく出てくる単語とか、たくさんありますよね。今回はそういった言葉をいくつかピックアップして、実際日本人は、日常会話でこれを使うのとか、使うとしたらどんな場面で使うの？どんな人が使ってるの？っていうことをお話ししていこうと思います。大前提としてアニメのテーマが時代劇とかすっごい昔の話をしていたり、あとは異世界もの、転生ものとか、そういった現実世界でないものをテーマにしている作品ってたくさんあると思います。そういったところに出てくるフレーズだったり、なんか特定の言葉っていうのはやはり日常では使えないというか、あまり使わない言葉もたくさんあります。ってのはあるんですけど、もちろん日本のアニメだったら日本語が使われているので、そこからも学べることがたくさんあります。今回は私の実体験も織り交ぜながらお話ししていこうと思います。実際に日本語を勉強中の方だったり、アニメが好きな方に、これはどういう意味とか、これはどうやって使うなど聞かれたことがあります。なので、そういった実体験をもとにお話ししていこうと思います。では、まず一つ目の単語は、あらあらです。これ皆さんもアニメ好きだったら絶対に聞いたことがあると思います。あらあらっていうのは、女性のキャラクターがよく使うセリフだと思います。何か困ったことが起きたとき、あとは想定外のことが起きたときに、あらあら、どうしよう、困ったね、みたいな感じで使えると思います。私のイメージとしては、優しい、なんて言うんですかね、お母さんとか優しい、ちょっと高貴な、女性の方、年上の方が使うというイメージです。そして実際に使うかどうかでいうと、ほとんど使わないと思います。少し年がいったというか年配の方、またはめちゃめちゃ上品な方、そういった方が使うイメージです。なので若い人だったりカジュアルな場面、友達と話すときにあらあらっていう言葉は使わないです。あらあらはちょっと上品な感じって言ったんですけど、この言葉を使ったからといってエレガントにちょっとフォーマルに上品に聞こえるかというとそうではないです。なのであらあらという言葉はちょっと困ったことが起きた時などそういった風に使われているんですが、実際に使えるフレーズかというとそうではないです。そして皆さんが使いたいとしたら全然それは問題ないんですけど、私的にはおすすめはしません。では次の言葉はやれやれです。この言葉もアニメ好きの方なら絶対に聞いたことがあると思います。あらあらとかやれやれって最近めっちゃ聞くなって思います。それもアニメの影響だなって強く思います。やれやれという言葉は呆れた時とか疲れた時とかなんかはぁみたいな感じの時、そういった時に使えます。このやれやれは女性というよりかは男性のキャラクターがよく使ってるイメージです。で、この単語を実際に使うかというと、これもまたそうではないです。実際に日常会話などで使うことはほとんどないかと思います。その代わりにため息を吐くようなはぁだったり、おいおいおいみたいな感じとか、あとはマジかよという単語の方がよく使うと思います。なのでやれやれもこれはアニメの言葉なんだなっていうのを覚えておいてもらえたらなと思います。では次の言葉はほにゃららたらという言葉です。これは誰かに対して軽く怒っていたり呆れていたりするときに使える言葉です。例えば
キャラクターでケンタっていう人がいるとしますよね。じゃあもうケンタったら本当にいつもこうなんだからみたいな感じで、ちょっとお母さんが子供に怒ってる時に使うフレーズかなと思います。それかなんか高校生とかのアニメだったら、女子が男子に対してもう何々くんったら本当にてんてんてんみたいな感じで使ってるかなと思います。これはちょっと怒っている時、不機嫌な時などに使えます。そしてこの言葉実際に使うかどうかなんですが、私個人的には全く使わないです。一度も使ったことがないです。私は関西弁、大阪弁という方言で普段話しているので、その影響もあるかなと思います。標準語を話す人、関東に住んでいる人だったら使うこともあるのかなと思ったりもします。でもその関東出身の友達だったり他の地域出身の子たちが使っているのは、私個人的には、聞いたことはないです。なので人によると思うんですけど、実際に使われる頻度を聞かれるとめちゃめちゃ少ないと思います。もしこのフレーズを私が聞いたとしたら、なんかおーめっちゃアニメっぽいってちょっと思ってしまうかもしれないです。では次は英語で言うと You、 日本語で言うとあなたという言葉を、説明していこうかなと思います。アニメだとあなたっていう You に相当する言葉をよく聞くかなと思います。なので誰かを呼びたい時とか You はあなたって訳されるかもしれないんですけど、日本語ではこれはほとんど使いません。なんですけどあなたが使われるシーンがあります。女性側が男性側を呼ぶときです。いつもじゃなくて結婚してるカップル同士で、女性が男性に対して言う言葉としてあなたと言ったりもします。アニメとかドラマではこういったあなたと呼ぶシーンをよく聞くかなと思います。でもやっぱり実際には使ってる人はほとんどいないかなと思います。じゃあ You ってどうやって言ったらいいって思う方もいるかもしれませんが、日本語では、言わないです。主語がないです。私っていう主語も結構省くし、あなたっていう主語も結構省きます。1対1で話していると、その主語を省いて会話するっていうことが多いので、これは一つ覚えておいてもらえたらなと思います。ではあと2つ、このあなた You に該当する言葉があるので、それも少しお話ししようと思います。次のあなたに相当する言葉は貴様です。貴様っていう言葉もアニメではよく聞くかなと思います。ですがこれは結構強い言い方で、めっちゃ怒ってる時、喧嘩腰の時に使う言葉になります。そしてこれも、日常生活とか現実ではほとんど使わないです。ほとんどっていうかゼロだと思います。でもし誰かが貴様っていう言葉を使っているとか使ってしまったってなると、喧嘩が始まってしまいそうな、それぐらい強い言葉になるので、聞いた時に理解するようとして覚えておくのは大事なんですけど、皆さんは絶対に使わないようにしといた方がいいと思います。そして次にもう一つあなたに相当する言葉があるんですが、それはお主です。これは時代劇のキャラクターだったり、ちょっと現実世界というか日常がテーマでない作品でお主っていう言葉が使われてたりもします。これも英語に訳すと You、 あなたっていう訳になるんですけど、その誰かを呼ぶときに使います。なんですけど現実世界では本当に使えません。これはもう本当に古い言葉、昔々の言葉になります。なので実際に使っている方はいないし、そうですね、実際友達と話してて使うことはないです。時代劇のドラマだったりアニメだったり、アニメの世界でよく聞くかなと思います。では次の単語は何々ってばよです。このセリフを聞いて誰か一人キャラクターを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。そうです、ナルトです。ナルトのセリフ、本当に有名なセリフって言えば何々だってばよだと思います。
例えば、行くってばよとか、俺がなんちゃらするってばよみたいな感じで、ナルトが毎回毎回使っている言葉だなと思います。この何々ってばよっていうのは、なんかちょっと強調する感じ。行くってばよっていう、行くっていうのを少し強調している感じがあるんですが、この単語は完全にナルト専用のアニメキャラクターに与えられた言葉です。アニメ専用というか、そのナルトに与えられた口調です。キャラクターを強調させるために使っている言葉になります。なので、これは日常では一切使いません。完全にナルトの話し方になります。使いたかったら使ってもいいんですけど、多分相手からすると、そんなにナルト好きなんみたいな感じでなると思います。ナルトが好きだったら話が盛り上がるかもしれませんが、そうでない限りは、何その喋り方ってなってしまうかもしれないので、気をつけておいた方がいいかなと思います。では、あと2つあります。次は、何々なのだという最後の強調する部分ですね。何々なのだっていう言葉です。例えば、これは僕のものだみたいな、これは秘密なのだみたいな感じで、めちゃめちゃアニメの可愛いキャラクターとかマスコットっぽいキャラクターがよく使うその文章の終わり方かなと思うんですが、その文章的には何も間違ってないし、めちゃめちゃアニメかって言われるとそうでもないかもしれないんですけど、実際に文章で書いたり実際に使うとおおみたいな感じでちょっと違和感があります。この人アニメ好きなんやな、アニメいっぱい見てるんやなっていうのは伝わってきます。なので文章を言い切りたいとき、何々なのだっていうのは間違ってはないんですけど、実際に聞くととても違和感のある、話し方だなって思うので、そこは気をつけておいた方がいいかなと思います。最後の言葉は何です。ちょっと私が今うまく言えてるかはわかんないんですけど、アニメの中だと驚いた時に何って叫ぶキャラクターとかが多いかなと思います。でもこの何っていう言葉は現実ではほとんど言わないです。いつもそのアニメが好きな外国人が日本語知ってるよって言った時にその言ってる言葉だなっていう印象があります。YouTube とか TikTok とか見たらアニメ好きな方が何っていつも言っているなって個人的には思うんですけど、実際には使わないです。使わないし、めっちゃアニメっていう印象を受けます。この何っていうのは驚いた時に使えるフレーズなんですが、じゃあこれじゃなかったらどうやって言ったらいいんって思う方もいるかと思います。何っていう言葉の代わりとして使えるフレーズは、だったり、マジだったり、嘘でしょっていう、こっちの方が日常でたくさん使うし、たくさん聞くかなと思います。なので、何ってちょっとアニメっぽく言いたくなるシーンもあるかと思うんですが、日常会話をしているときは、マジ嘘でしょっていう、こっちのフレーズを使ってみてください。こっちの方がよりナチュラルに聞こえるかなと思います。今回はアニメで使われているフレーズは実際に日本人が使っているのかについてお話ししました。今回紹介したのはあんまり使われてないよっていう言葉だけだったかなと思うんですが、日常で使ってももちろん問題はないんですが、この人めっちゃアニメ好きなんやな、アニメで日本語学んだんやなっていうのは伝わってくるものになります。そして日本人が日々使っているかというとそうではないです。やっぱりアニメってそのキャラクターの色を出すためにとか世界観に合わせるためにいろんな新しい言葉を作り出していろいろセリフがあったりするので、めっちゃアニメっぽいなっていう印象を受けるフレーズだったり言葉っていうのはたくさんあります。アニメだったりドラマだったりそういったものを日本語の学習として日本語の勉強の教材として使うのに問題は全くないし、私は結構おすすめするタイプなんですが、やっぱり日本人とのナチュラルな会話をたくさんしたいっていう、自然なネイティブっぽい話し方を習得したいっていう、それがゴールの場合は
やっぱり日本人だったりすでに日本語が上手い方、上手な方と話す練習をするっていうのが一番いいかなと思います。アニメはあくまでそのボキャブラリーをたくさん吸収して楽しんでエンタメを楽しんでっていう場かなと思います。その他にも皆さんがもしアニメでこの単語いっぱい聞くけどこれは実際に使われているのなどそういった疑問がありましたらどんどんコメントで書いていただければなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをもっと応援したい、サポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも、動画をたくさん作っていくので、よろしくお願いします。では、今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。では、次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。